バンバンエイトに登場したシリンジョンの新たな回収部隊、クラウレンゾ、バルザ、そしてミス・ミミッカー、それぞれロブスター、ハイエナ、スローロリスをベースとしているのはわかりますが、見た目は幼稚園のマスコットとは思えないほど異形な存在です。しかし、この3体には妙な共通点があります。それが、首につけられた首輪、そしてもう一つ、3体すべてに、ある共通した弱点のようなものが存在していました。今回は、この異形なる存在たちから見えてきた、自作バンバン9につながる可能性のある一つの説、キャプテンフィドルズに隠された役割について考察していきたいと思います。共通の弱点。まず結論から言うと、回収部隊の3体には、キャプテンフィドルズを示す紫をとどめとして使われています。もちろん、キャプテン本人に攻撃されているわけではありません。あくまで比喩的な意味での弱点です。その根拠となるのが、彼らを倒す時の最後の操作です。まず、クラウレンゾ。クラウレンゾは、リモコンを使って首輪に電気ショックを与えることで倒します。バンバンを示す赤、ナブナブを示す青、そして最後のとどめとして使われるのが、キャプテンフィドルズを示す紫でした。次にバルザ。こちらは給水スポットに電気を流すことで気絶させますが、この時使用される色も紫です。そして最後がミスミミッカー。ミスミミッカーはシャッターが閉まると同時に首をはねられているため少し間接的ですが、そのシャッターを閉めるために使う色もやはり紫でした。もちろん、ただの偶然とも考えられます。しかし、バンバン8のリモコンには全部で7色存在します。その中から、回収部隊3体すべての攻略で、最後に紫が使われています。仮に7色の中から完全にランダムで選ばれていた場合、3回連続で紫になる確率は343分の1、約 0.3% です。そう考えると、制作側が意図的に紫を配置している可能性は十分にあるでしょう。では、なぜ紫なのでしょうか。なぜ、キャプテンフィドルズを示す色が、異形の3体を倒す場面で繰り返し使われているのでしょうか。ここでつながってくるのが、直近で追加されたヘリッシュナニーです。キャプテンは光属性。ヘリッシュナニーは、バンバンたちのぬいぐるみを次々と食べていきます。ところが、キャプテンフィドルズのぬいぐるみに近づいた瞬間だけ、激しい異変を起こしました。以前の考察では、直前にフリンを食べたことが原因だった可能性についても触れました。ただ、それでもキャプテンがこの場面の最後に配置されていること自体には、何らかの意味があるように見えます。そして、今回の回収部隊でも同じです。異形の存在を倒す最後の場面に、キャプテンを示す紫が配置されている。ここまで重なると、キャプテンには、こうした存在に対抗する何らかの役割があるのではないでしょうか。実は、回収部隊のような異形の存在は、これまでにも登場しています。タマタキ&チャマタキ、ゾルフィウス、ラマンバー、そしてヘリッシュナニー。どれも表向きの幼稚園に存在するマスコットたちとは大きく異なる姿をしています。その正確な目的や出生についてはまだ分かっていない部分も多くあります。ただし、少なくともラマンバについては優れた掘削能力を持ち、それを空間拡張に利用できる可能性が示されていました。なぜ地下でさらに空間を拡張する必要があったのでしょうか。私はジバニウム研究を行う施設そのものを拡張するためだった可能性があると考えています。つまり、地下ではマスコットを作るだけではなく、様々な目的を持った実験が行われていた。その研究の中から、現在の異形な存在たちにつながる個体が生まれていたとしても不思議ではありません。そして、それらが地下深くに残され、一部は這い上がり、一部はシリンジョンによって回収部隊として利用されている。もし、そうだったとしたら、ここでキャプテンの役割が見えてきます。もちろん、ゲーム内に光属性や闇属性という明確な設定が存在しているわけではありません。これはあくまでわかりやすく表現したものです。しかし、アビスや地下深くから現れる異形の存在を闇側とするならば、それに繰り返し対抗するキャプテンは、役割として光のような存在なのではないでしょうか。回収部隊の3体、ヘリッシュナニー。これらにキャプテンを示す要素が繰り返し使われたのは偶然ではなかった。キャプテンはアビス側から現れる異形の実験体に抵抗できる存在として少しずつ伏線を張られているのかもしれません。フランボとの関係、そしてこの異形の存在に対抗するキャプテンという役割を考えるともう一つ気になる伏線があります。それがフランボとの関係です。バンバン7のラストではバンバンのシールがめくれ、その下からフランボが登場しました。さらにバンバン8では、もともと幼稚園のマスコットだったのはバンバンではなく、
フランボだったことが判明しています。つまり、現在バンバンが描かれているイラストの一部は、もともとフランボを中心として作られていた可能性があります。ここで一つ違和感があります。幼稚園に描かれているバンバンファミリーの壁画を見ると、キャプテンだけがバンバンの方向を見ていません。私はこれまでこの描写からバンバンとキャプテンの仲が悪かった可能性も考えていました。しかし、精神世界での二人を見る限り、そこまで敵対しているようには見えません。では、キャプテンは本当にバンバンから目を背けていたのでしょうか。もし、この壁画がもともとフランボを中心として描かれていたのだとしたら、キャプテンが目を背けていた相手は、バンバンではなく、フランボだった可能性があります。そう考えると、キャプテンとフランボの間には、私たちがまだ知らない過去が存在しているのかもしれません。バンバン9への伏線、そして、バンバン9には、フランボとバンバンが融合したような存在、いわゆるフランバンと呼ばれている異形のクリーチャーが登場しています。現時点では、このフランバンが何者なのかは分かっていません。アビスから現れた存在なのか、過去の実験によって生まれた存在なのか、それとも全く別の理由で誕生したのか、ここを断定することはできません。しかし、もしフランバンも地下深くの研究やアビスと関係する異形の存在なのであれば、これまで繰り返されてきたキャプテンの描写が一つにつながってきます。回収部隊を倒した紫、ヘリッシュナニーの最後に配置されたキャプテン、そしてフランボから目を背けている可能性のある壁画。これらはすべてキャプテンがアビスからやってきた異形の実験体に対抗する存在であることを示しているのかもしれません。これまでキャプテンフィドルズはバンバンファミリーの中でもどこか謎の多い存在でした。しかし、その本当の役割は地下の闇から現れる怪物を倒すため、子供たちにとっての光だったのではないでしょうか。そしてバンバン9でフランバンをはじめとしたアビスのモンスターに立ち向かう切り札となるのはキャプテンフィドルズなのかもしれません。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。